私だってやりづらいわよ。わかってるよ。だから仕事以外のことで三浦さんに話しかけたことないだろ？そうじゃなくて、じゃあ、何が気に入らないんだよ。俺、三浦さんに何かした？高校時代に好きだった人のことが忘れられないのに、その人が上司になったのよ。どう接していいかなんてわからないじゃない。彼女は突然、顔を真っ赤に染めてうつむいてしまう。え、ちょっと待って。どういうこと？俺は三浦さんに嫌われていたはずではなかったのか？嫌いなんて一言も言ってない。いや、でも、どう見ても、俺のこと嫌いだったでしょ？次の瞬間、俺の思考は停止する。だから、嫌いじゃないってば。俺は工藤裕二。両親が共働きだったので、一緒に住んでいた祖父と過ごす時間が多かった。祖父は交番に勤務する警察官だった。親切な人だと評判で、勤務時間外でも何かあると出動し、相談に乗っていたものだ。ある日俺は祖父と二人だけで家にいた。そんな時、近所の寿司屋から電話が入った。お金を持ってない人が来てさ、支払えないって言うんだよ。わかりました。すぐ向かいます。当時俺はまだ小さかったから、祖父は一人だけにはできないと、俺も一緒に連れて行った。店に着くと、そこでは無一文の女性が小さな女の子と一緒に下を向いている。なぜ自分たちが大人に囲まれているか理解できていない女の子は、本当に不安そうで、いつ泣き出してもおかしくないありさま。無銭飲食じゃないんです。多分気がつかないうちに財布を落としてしまって。警察官を長年やっている祖父は、女性をじっと見つめてから微笑んだ。そうでしたか。それは大変でしたね。ここは私が立て替えましょう。祖父は言葉通り代金を立て替えると、二人を連れて店を出た。そして名前と住所を聞いて二人を見送ったが、祖父は俺をおんぶすると女性の財布を探し始めたのだ。やがて財布を見つけた祖父は持ち主である女性にそれを届けた。その時おんぶされていた俺は幼いながら祖父の優しさを感じた。どうして祖父がみんなから慕われるのか、その理由が分かった気がした。じいちゃん、俺、大きくなったら警察官になりたい。そうか、じいちゃんはな、たとえ警察官じゃなかったとしても、困っている人がいたら助けてあげたいと思っているんだ。そうなの？ああ、困っている人には手を差し伸べたいんだよ。手を差し伸べることはいつでもできるから、お前もそういう人を見つけたら、警察官でなくても助けてあげなさい。俺は、わかった。とうなずいた。祖父は俺の憧れだった。だから俺は小学校と中学校で祖父の言いつけを守った。上級生だろうが下級生だろうが、困っている人には声をかけたのだ。そんな俺を見て、偽善者とか上っ面だけの優しさと陰口を叩く奴もいた。ある日その一人が下級生に絡んでいるのを見つけたのである。お前、下級生に絡むのやめろよ。嫌がってるだろ？また偽善者かよ。ダサいことしてんなよ。前々から俺のことが気に入らなかったのか、そいつは俺に殴りかかってきた。俺は反撃し、取っ組み合いの喧嘩になる。まだ中学生だったから力の差は少なく、その結果、俺たちは疲れ果ててその場に倒れ込んでしまった。すると、そいつは突然笑い出した。どこか嬉しそうに、お前、ただの偽善者じゃなかったんだな。という。結構いい根性してるじゃねえか。俺たち、五分五分って感じだったな。そして、
そんなことを言い合いながら笑ったのを覚えている。中学生まではこんな調子だったのだが、高校生になると一人だけ俺を明らかに敵視して冷たい視線を向けてくる奴がいた。三浦という女の子だったから殴り合いで解決なんて無理だった。だから俺はひどく困惑してしまった。彼女は成績優秀で成績もトップクラス。見た目も可愛らしいから性別問わず人気があった。その三浦さんはどういうわけか俺にばかり冷ややかな視線を向けてくるのだ。そんな中俺は彼女と一緒にクラス委員に選ばれた。文化祭が近づくにつれて彼女と一緒に仕事をする時間が増えたわけだが、俺たちのクラスは焼きそばの屋台を出店することに決まった。具材の仕込みと料理は女子、男子は屋台を手作り。分担した作業の末、文化祭前日に屋台が完成する。空き時間ができたから、俺は女子チームを手伝おうと家庭科室へ。何か手伝うことはある？俺は三浦さんに話しかけたが、彼女は微妙な反応しか返さない。聞こえているはずなのに。俺は苛立ちを覚えた。俺は別の女子に話しかけ、食材を切る手伝いを始めた。ちょっと、その切り方、全然ダメじゃん。あんたね、ちゃんとやりなさいよ。ちょっと待ってよ。もっとちゃんと教えてくれよ。俺、家で料理手伝ったことないんだから。いや、この間の家庭科で調理やったじゃん。ちゃんと覚えてないんだよ。俺、家庭科苦手だからさ。俺は女子生徒にいろいろ言われながらも楽しく作業していた。すると三浦さんが、ちょっと、集中してやりなさいよ。と大声を張り上げる。怪我したらどうするの？ちゃんとやりなさい。ごめん。三浦さんの言う通りではあった。包丁を使う作業だからふざけるのは良くない。ただ別に気を抜いて作業していたわけでもない。単に談笑していただけではないか。三浦さんはいつもこんな感じだから正直俺は苦手だと思っていた。とはいえ同じクラス委員だから仲良くしたいのは山々なのだが、そのきっかけがない。三浦さんは基本的に俺を無視しているのである。それでも高校生活最後の文化祭はいい思い出だった。みんなで撮った記念写真は今でも大切に保管してある。三浦さんとの関係が改善されないまま、とうとう卒業式の日が来てしまった。高校生活最後の日は雨。残念だなと思いながら最後の登校をしているとき、俺は三浦さんが目の前を歩いていることに気づいた。傘を忘れたのか、彼女は雨に打たれている。おはよう、一緒に行こうよ。肩は濡れてしまうかもしれないが、それでも傘がないよりはマシだ。しかし彼女は驚いたように俺を見るなりうつむく。いらない。必要ないから。でも濡れちゃうよ。今日はせっかくの卒業式なのに。だから、いらないってば。走り去ろうとする彼女に対し、俺は、ちょっと待って。という。わかったよ。一緒に入るの嫌なんでしょ？じゃあ、三浦さんがこの傘使ってよ。この際だと思った俺は、三浦さんに傘を差し出す。しかし彼女は、俺を見ようともしない。ここまで嫌われていたのか、と俺は思った。じゃあ、俺は走っていくから、後でまた学校で。それでも俺は彼女に傘を渡すと学校まで猛ダッシュ。正直言うとショックではあった。どうして俺はあそこまで彼女に好かれていないのか。考えても答えは出ない。しかし三浦さんと会うのは今日で最後なのだ。彼女の理解不能な行動に悩まされたり、嫌な気持ちにさせられることもない。きっと向こうも同じ考えだろう。
高校卒業後、俺は IT 関連の会社に就職。数年の下積みを経て、アプリの開発を任されるまでに成長。もともと俺はプログラミングに興味があって、高校時代から独学を続けていた。それに資格だっていくつも保有している。俺が開発したアプリは業界での評判も良く、俺もまた仕事にやりがいを感じていた。入社5年目を迎える今年は、とうとうプロジェクトマネージャーにまで上り詰めた。いわゆるベンチャー系 IT 企業の利点はまさにここで、年齢や学歴に関係なくスキルを評価してくれる。仕事が楽しくて仕方ない俺は、さらなるステップアップを考え始めていた。そんなある日のことだ。久しぶりに実家に戻った俺は、俺宛てのハガキが届いていると伝えられる。それを確認してみると、高校のクラス会の案内ではないか。高校卒業後、仕事に集中していたこともあり、旧友達とはほとんど会っていない。昔の同級生たちに久しぶりに会える。そう考えると、俺は嬉しくなったが、直後、幹事の名前を見て辟易する。幹事はあの三浦だった。そうか、そうだよな。三浦さん、確かに幹事とかやりそうだ。思わずそんな独り言を漏らしたものだから、母が、どうしたの？そんなにブツブツと。と話しかけてきた。いや、同窓会の来ててさ。あら、いいじゃないの。行くんでしょ？どうしようかな。あんた、嫌いな子でもいるの？高校生活楽しそうだったじゃない？いや、そうなんだけど、俺のこと毛嫌いしてたやつが幹事なんだよね。あら、そうなの。だけど、そのハガキはその幹事が出してくれたんでしょ？俺は、そうかと考え直す。その子だって、もう時間が経っているんだから、変わってるかもしれないじゃない？それもそっか。ハガキを送ってくれたのが三浦さんなら、言っても問題ないだろう。なんだかんだ、同級生には会いたいから、行ってみよう。こうして俺は出席を決めた。当日会場に着くと、懐かしい顔ぶれがたくさん。だから自然と会話も盛り上がった。へえ、三浦さん、あの会社に就職したんだ。すると、三浦さんを囲むグループから声が聞こえてきた。あの会社とは有名な企業で、俺でさえ聞き覚えがある。というより、俺が今度転職する会社、かつ部署だ。そっか、やっぱり三浦さんは優秀だったんだね。仕事は何してるの？それに三浦さんが、アプリの開発チームに所属してるわ。と返したものだから、俺は困惑してしまう。なんてこったと思った。三浦さんは俺と同業ではないか。今はこの場を楽しもう。それでも俺は気持ちを切り替えるべくトイレへ向かうが、用を足して出た瞬間、当の三浦さんと鉢合わせてしまう。あ、久しぶり。気まずくなった俺は話しかけた。すると彼女は小さく会釈した。初めて見る対応だった。それで嬉しくなってしまった俺は話を広げる。三浦さん、あの会社のアプリ開発部にいるんだって？実は俺も同業種でさ。それで今度転職することになって。高卒で就職とかありえない。すると三浦さんはうつむいたまま話を遮った。事実だよ。今度三浦さんの部署に新しい人間が配属されるでしょ？それ、俺なんだよね。俺は続ける。つまり、俺、ヘッドハンティングされて三浦さんの上司になるんだよ。すると三浦さんは大きく目を見開き、顔を真っ赤にして立ち去る。ステップアップを考え始めるのと同時に来たスカウトによって、俺は転職したのだが、
よりによって彼女がいる会社だったとは思わなかった。あんな態度の女性が俺の部下。正直考えただけで吐きそうな気分ではある。3日後、俺は新しい会社に初出社。そこには開発部の課長席が用意されていた。当然、管理職の中では最年少だったが、それだけ会社が期待してくれているのだろう。そして、三浦さんは俺の直属の部下。こうなってしまうと、ある程度顔を合わせたり、会話する必要性はどうしても生じてしまう。しかし三浦さんは、それでも俺を見ようとしない。口数だって少なかった。やがて、俺の歓迎会が開かれる。俺は女子社員たちに取り囲まれ、最年少の課長がどうだのと相次いで質問される。どうしたものかと困りながら乗り切ろうと頑張っていると、三浦さんの小さな声が聞こえた。みっともない。鼻の下伸びてますよ。いや、そんなことないよ。困惑する俺の一方、女子社員は笑いながら、三浦さん酔ってるでしょ。と口走った。この会社にいる以上、三浦さんとは長い付き合いになる。もうここで彼女とちゃんと話し合うしかなさそうだった。三浦さん、ちょっといいかな。歓迎会が終わった後、俺は三浦さんを呼び止める。彼女は立ち止まったが、相変わらず何も返してはくれない。三浦さんが俺のことを嫌いなのは知ってるよ。だけど、ここは会社だから、どっちかが会社から去らないと長い付き合いになる。会社ではあくまでも上司と部下なんだから、どうか態度を改めてはくれないかな。正直、仕事がやりづらい。私だってやりづらいわよ。わかってるよ。だから、仕事以外で三浦さんに話しかけたことないでしょ？三浦さんは、そうじゃなくてと声を上げる。じゃあ、何が気に入らないんだよ。俺、三浦さんに何かした？高校時代に好きだった人のことが忘れられなくて、その人がいきなり上司になったのよ。どう接していいかなんてわからないじゃない。直後三浦さんは真っ赤になってうつむいてしまう。ちょっと待って。どういうこと？俺、三浦さんに嫌われたんじゃないの？嫌いなんて一言も言ってない。いや、でもどう見ても俺のこと嫌いだったでしょ？だから嫌いじゃないってば。俺の思考は完全に停止。ここにいる2人はもう上司や部下ではなく高校時代のあの頃に戻っている。これ。三浦さんは突然カバンから折りたたみ傘を取り出す。そして俺に差し出した。ずっと返せなかった。あの時はありがとう。彼女の手にはなんと卒業式の時に貸した傘が握られていた。ずっと持っててくれたの？いつか返さなくちゃって思ってたから。そっか。ありがとう。こちらこそありがとう。いつの間にか俺たちはお互い真っ赤になっていた。あの時もお母さんを助けてくれてありがとう。あなたのおじいちゃんにもお礼を言いたかったの。おじいちゃんって、俺のじいちゃんのこと？三浦さんは知ってると即答した。だって、お寿司屋さんで助けてくれたから。あなたも一緒にお母さんのお財布を探してくれたじゃない？あの時の女の子は三浦さんだったのだ。俺は驚いた。まさかあの時の女の子が。でも、どうして俺のことが分かったの？だって、私たち同じ幼稚園だったから。ごめん、全然気づかなかった。でしょうね。あなたはいつも男の子とばかり遊んでいたもの。三浦さんは、だけど、高校で会えた時は嬉しかった。と続ける。でも、どう接していいかわからなくて、あの時は
ひどい態度ばかりとってごめんなさい。その件はもういいよ。これからは普通に接してくれればいいから。そうは言いつつも、俺は内心動揺していた。女の子から好きなんて言われたことはないし、そもそも彼女は可愛い。明日からは大丈夫。ちゃんと部下として職務を全うします。なんか、全部言えたからすっきりしました。そっか、よかったよ。俺はこの後の展開を少なからず期待していたが、この日俺たちはそのまま別れた。何はともあれ、彼女との関係が良好になるのは嬉しい。この日を境にして、俺たちの関係は大幅に改善された。仕事はスムーズに進み、俺たちのチームは大きく評価を上げた。俺と三浦さんは、この数年後、人生を共にするパートナーとなった。可愛い子供にも恵まれたが、それをこの時の俺たちはまだ知らない。最後までご視聴ありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。